マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気にしていますでしょうか？私は元気です。皆さん、2026年今年立てた計画ちゃんと守れていますか？前回のポッドキャストで説明した三日坊主について覚えていますか？今日は5日だからすでに3日は過ぎましたよね。ということで三日坊主はクリアしたかなと思います。はい。私もクリアしました。おめでとうございます。はい。抱負通り運動もね、ちゃんとして、そして韓国語の勉強も一生懸命毎日しています。そして、このポッドキャストも毎週最低3回はアップしたいなと考えています。はい。なので、皆さんもね、一緒に諦めずに、これからも日本語の勉強を頑張っていきましょう。はい。それでは今日のテーマを始めていきましょうかね。今日のテーマは日本の飲食店でのマナーについてです。このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、今、日本に住んでらっしゃる方もいると思いますし、あとはこれから留学や旅行で日本に行く予定だよっていう方もね、いるかなと思います。で、そんな方々に少しでも役に立てればいいなと思って、今回このテーマを選びました。で、日本は他の国に比べてルールがかなり多い国だと思います。食事に関しては特にうるさいです。うん。皆さん、うるさいってわかりますよね。例えば、うるさいよ、静かにしてっていう時とかにね、使ったりしますが、何かに対して厳しいとか細かいっていう意味でも、このうるさいを使ったりします。で、私の母もね、食事に関して結構うるさい人で、なので子供の頃、本当に厳しくしつけられました。うん。でもね、韓国に来てからは、今度は私が旦那さんに対して、すごくうるさく教えています。はい。で、とにかく今日のポッドキャストを聞いていると、もしかしたらね、ルール多すぎなんじゃないって思ってしまう方もね、いるかもしれません。うん。でも、こういうマナーを少しでも知っておくと、日本でスムーズに食事ができたり、あとは日本旅行ももっと楽しめると思うので、あんまり重く考えずに気軽に聞いていただければなと思います。まずはお店に入った時の席の座り方ですね。日本では基本的に勝手に席に座らないっていうのがマナーです。で、店員さんがこちらへどうぞって案内してくれるまでね、待ちます。で、注文するときに店員さんを呼ぶ場合は、すみませんって声をかけたり、あとは呼び出しボタンを押すのが一般的です。で、すみませんって声を出さなくても、軽く手を挙げるだけでも気づいてくれることも多いです。で、料理が出てきたら食事を始めますよね。日本では食事を始めるときに、いただきますと言います。この意味としては、これから食べますという意味ですが、実は感謝の気持ちを表す言葉です。うん、この「いただきます」っていう言葉はもともと「もらう」のとても丁寧な表現である「いただく」から来ています。で、この「いただく」っていうのは昔神様にお供えをした食べ物を食べる時や、あとは身分の高い人から何か物を受け取る時に、それを頭の上にこうやって掲げて、そして敬意を表していたことから生まれた言葉だと言われています。それだけ相手、つまり料理人や農家の方、
そして食材となった命に対して深い感謝を表している言葉なんですね。だから食事の前にいただきますというのが基本的なマナーです。そしてこの時、軽く両手を合わせて、そして軽く頭を下げながらいただきますというのが一般的です。また、食事中は音を立てずに静かに食べるっていうのがマナーです。例えば、くちゃくちゃ音を立てて食べたり、あとは口を開けて食べるのは日本ではあまりよく思われません。ただし、ラーメンやそばなどの麺料理、麺類は音を立てて食べても大丈夫です。はい。なんかこれ本当に不思議ですよね。うん。そしてお茶碗など器を手に持って食べるっていうのもマナーです。うん。例えばこれお茶碗をテーブルに置いたまま体を前に倒して食べるっていうのは、それは行儀が悪いとされています。うん、でこれ文化の違いですごく面白いなって思ったのが、皆さんご存知の通り私は今韓国に住んでいるんですけど、韓国ではむしろその逆なんですよね、マナーが。うん、韓国では器を手に持って食べるっていうのはマナーがあんまり良くないと言われているんですね。で、韓国って昔から金属の器やあとは石鍋のように厚くて重い器を使っていたんですね。そのため器をテーブルに置いたままスプーンで食べるっていう文化が定着したそうです。うん、こういう文化の違いって本当に面白いなって思いますよね。うん。そしてまた日本のマナーに戻りますが、日本ではこうやって肘をついて食べるのもマナー違反です。で、子供の頃肘をついて食べていると、肘をついて食べないってお母さんに怒られた記憶がある人も多いんじゃないかなと思います。あと日本ではお箸のマナーもあるんですけど、そのマナーが結構多いです。はい。例えば、橋渡し。うん、この橋渡しっていうのがどういうのかっていうと、食べ物を箸から箸へ直接渡すことを言います。で、なんでこの橋渡しがダメかっていうと、お葬式で亡くなった方の遺骨、骨ですね。その骨を箸で拾って、そして骨壺に入れるっていう、そういった儀式が日本にはあるんですね。で、この骨壺っていうのは、遺骨を入れる壺のことを言います。はい。で、なぜこの儀式をやるのかっていうと、箸と橋、ブリッジ、橋をその2つの音がね、同じなので、意味を結びつけているんですね。で、この亡くなった人が死後の世界へ行くときに、この世から橋を架けてあげる。橋を架けてあげて、そこの橋を渡って、向こうの死後の世界に行ってくださいねっていう、そういった意味があるそうです。はい。これは日本独特の風習で特別な儀式の一つです。なので食事の時の橋渡しっていうのはその時の行為にとってもよく似ているため、日本では絶対にやってはいけないことなんですね。そう。で、知らない外国人の人とかはよくやってしまうかなって思うんですけれども、日本人にとってはかなりタブーな行為なんですね。
うん。ちなみに韓国では橋渡しはマナー違反ではないので、普通にやっている人も多いです。で、実際私も韓国で生活していて、周りの人たちが自然に橋渡しをしているのをよく見かけます。はい。でもね、やっぱり私は日本でずっと育ってきているから、そう、そのマナーがやってはいけないっていう、マナー違反だよっていうのがやっぱりあるのでね、どうしても慣れないんですよね。うん。なので、正直、橋渡しはできないですね。うん。あと、縦橋です。この縦橋っていうのは、ご飯にお箸をまっすぐ立てることですね。なので、ご飯があったら、そこにお箸を突き刺す感じです。うん。これ、もしかしてやってる人いないですよね。これはちょっと、ご飯に箸を刺すっていうのも NG です。はい。で、これは亡くなった方へお供えをするときに、ご飯にお箸を立ててお供えします。なので、これも NG なんですね。そして、寄せ箸ですね。この寄せ箸っていうのは、お皿を箸で引き寄せる。この行為を寄せ箸と言います。なので、ちょっと遠くにあるおかずが、もうちょっと自分の近くに寄せたいなっていう時に、こうやって箸でそのおかずのお皿をこうやって引っ張ってしまうっていう感じですかね。うん。で、これもマナーとしてよくありません。これ結構無意識でやっちゃう人とかもいるんですけれども、これは行儀が良くないって思われてしまう行為の一つです。そして次に迷い橋です。この迷い橋っていうのは、お箸を持ったまま、どれ食べようかなーって迷って、料理の上でお箸をいろんなところに動かしたり、あとは一回掴みかけたものをまた置いて、別の料理を掴む行為のことを言います。そう、これはね、見た目があまり良くないっていうのと、あとは一緒に食べている人を落ち着かない気持ちにさせちゃう。うん。どれにすんのよみたいな、落ち着かない気持ちにね、一緒に食べてる人たちになっちゃうので、なので、もし迷ったら、一度お箸を置いて、そして決めてから取るっていうのがいいかなと思います。はーい。多すぎるって思いますよね。ちなみに皆さん、モッパンってご存知ですか？モッパンは韓国で生まれた言葉で、食べる放送を韓国語で短くした言葉です。で、このモッパンは美味しく食べる姿を見せるっていうコンテンツなんですが、今では世界中でたくさんの人に楽しまれています。私もモッパン大好きでよく見るんですけれども、日本でもモッパンすごく人気です。人気なんですが、やっぱりね、本当に日本の皆さんはとっても厳しい。なのでコメントもすごい厳しいコメント多いんですよ。そう、例えば、口を開けて食べるなとか、あと音を立てて食べるなとか、あとはね、箸の持ち方が汚い。ちゃんと正しく持ってとか、あとは一口がでかすぎる。汚いとかね。もう本当にもうひどいこと書くなっていうぐらい、結構みんな厳しいコメント書く人多いですね。うん。で、やっぱり、日本のね、モッパンユーチューバーの人とか見ると、みんな気をつけているからか、本当に綺麗に食べる人が多いんですね。うん。
本当にさっき言った通り、日本では食べることに関して本当にうるさいですね。うん。それからタバコの話を少ししますね。日本では飲食店でタバコを吸ってもいいって誤解されている方結構多いかなと思うんですけど、実は最近日本でも喫煙に関する規制が厳しくなっていて、喫煙できるお店はかなり減ってきています。それは受動喫煙を心配する人が増えてるからなんですね。で、この受動喫煙っていうのが何かっていうと、他人が吸ったタバコの煙を吸ってしまうこと。これを受動喫煙と言います。はい。そのため禁煙のお店が多いです。ただし、お店によっては、喫煙席と禁煙席が分かれているところもあります。その場合、席に案内されるときに、禁煙席と喫煙席、どちらがよろしいですかって店員さんから聞かれます。なので、タバコを吸わない場合は、禁煙席でお願いします。タバコを吸う場合は、喫煙席でお願いしますと伝えれば大丈夫です。そして食事が終わってお会計をするときは、基本的には伝票を持ってレジへ行きます。で、この伝票が何かっていうと、お店で何を注文したか、そして値段はいくらかっていうのが書いてある紙のことですね。で、お会計をお願いするときは、すみません、お会計をお願いしますと言います。でも、お店によってはね、もうすっごいたくさんお客さんがいて、すごいもううるさい。うるさくって、自分の声が店員さんに届かないっていう、そんな状況の時もあると思います。で、そんな時に、店員さんに向かって手で×、この形を作るジェスチャーも、お会計をお願いしますっていう意味で使うことができます。で、どうしてこの手で×にするこのジェスチャーがお会計の合図かっていうと、この終えるっていう意味で、閉めるっていう特殊な漢字があるんですよ。で、この閉めるっていう漢字が、この×によく似ているため、これで、もう食事を終えますよ、もう閉めますよ、だからお会計お願いしますっていう合図として、そう、このジェスチャーが使われるようになったんですね。うん。なので私も本当に人が多い、お客さんが多くてうるさいお店だったり、あとは結構遠くに店員さんがいる時とかは、もうなんだろ手を挙げたりして、店員さんに気づいてもらうようにね、こうやって手を挙げて、で、気づいてくれたら、こうやって店員さんに向かって×を出します。そうすると店員さんは、あ、お会計ですね。わかりました。みたいな感じですぐに対応をしてくれます。はい。そして、お会計が終わった後には、店員さんに、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ってね、言うと、とても印象がいいです。はい、今日はですね、日本の飲食店でのマナーについてお話をしました。いかがだったでしょうか？皆さんの国では食事の時、どんなマナーがありますか？もしよかったらコメント欄で教えてくださいね。はい。あとですね、私現在、日本語のフリートークレッスンの生徒さんを募集しています。なので、もし興味がある方は、この動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。